こんにちは、つぼ太郎チャンネルです。冷えが悪くなったルームエアコンに冷媒ガス補充の DIY チャレンジで延命してみました。エアコンは2018年に購入した日立 RASX63G。リビング用なのでちょっと奮発して高いエアコン買ったのに、もう寿命なのかなと思いながら。自宅リビングの 6.3kW エアコンが2025年7月の猛暑日に吹き出し口から水漏れし、さらに30度までしか冷えなくなりました。水漏れのポタポタは3日でバケツ1杯ぐらい。2025年4月にエアコンの機器が悪くなったのでメーカー、日立さんに見てもらったら、エアコンのガスが抜けているためですね。とのこと。抜けている箇所はスプレーで見てもらったけど発見できず。とりあえずガス補充しておきますが、恒久的にはエバポレータの交換が必要です。見積もりは保証期間の5年を過ぎているので優勝93,390円です。って言われてしまいました。めっちゃ高い。5年過ぎてちょっとのところでした。その後7月にさらに吹き出し口から水漏れも発生したことをメーカー、日立さんに電話でエバポレータから漏れてると思います。例のエバポレータ交換ですね。とのこと。本当に交換で治るのかなとちょっと疑いつつ。ちなみに、メーカー、日立さんに、ガス補充を正式に依頼すると26,600円です。って言われました。他に方法があるか突っ込んで聞くと、このような部品を買えば自分でもガス補充できますよ。って軽く言われ、自分でやってもいいんだと思いました。こうなったらダメ元で壊れても買い替えを覚悟した上で、延命にチャレンジしよう。まずは、事前準備として、必要なものの購入や準備をします。室外機に記載してある冷媒ガス種類を確認します。冷媒 R32、冷媒量 1.67kg と記載されています。R32 以外の冷媒の場合は、進め方要調査です。必要なものは、冷媒 R32、冷媒充填バルブ、ガスチャージホース、温度計、プラスドライバー、17番電池です。また、あると便利なものは、体重計、キッチン用中性洗剤、手袋などです。冷媒 R32 は、Amazon とかで15,000円前後で購入できます。冷媒充填バルブも R410AR32 冷媒用を Amazon とかで3,000円前後で購入できます。ガスチャージホスも R410AR32 冷媒用を Amazon とかで3,000円前後で購入できます。温度計は表面温度を測定できるものが必要です。最近の体温計は度切り替えで表面温度も測定できるものが多いです。事前準備できたら作業開始しますが、冷えたかどうか温度で判定するので、外気温30から35度以上が理想で、少なくとも25度ぐらい以上の暑い時間帯が良いです。また、ガス補充しすぎるとコンプレッサが壊れるため、室外機記載の冷媒量を超えないように注意します。もちろん、自己責任ですね。準備、条件が整ったら作業開始しましょう。部屋の窓を開けて、エアコンを最低温度、16度かつ、最大風速に設定して動作させます。10分ぐらいしたら、エアコンの吹き出し口の温度を温度計で測定します。例えば、外気温度35度の場合、温度計は16度にならず30度とか。室外機側面の蓋をプラスドライバーで開けます。重量計がある場合は、室外機に記載の冷媒量を確認します。今回は 1.67kg。念のため、ガス管の出口側に霜がついているかチェックします。霜がついているとガス不足ですが、今回の場合霜はついていませんでした。ガス管周りで積もれがないかどうか念のためチェックします。サービスポートの蓋を17番電池で緩めます。緩めた時ガス漏れがないかチェックします。蓋を緩めたり、外しても、蒸しゴムがついているためガスは漏れないはずです。もしガスが漏れる場合は、蒸しゴムが壊れている可能性あり、蒸しゴムを購入して交換が必要です。
0/R32 をバルブ側を上にしてガスチャージホースを手締めで接続します。ガスチャージホースの先に0/充填バルブを手締めで接続します。0/充填バルブのピンは緩め、クローズ側にしておきます。0/R32 のバルブを少し開いて、0/充填バルブのピンを締め、オープン側にすると、0/充填バルブからガスが出るのを確認してすぐ緩め、クローズ側にします。念のため 0/R32 のバルブも閉じておきます。これで、ガスチャージホス内を R32 ガスで充填し、空気を追い出して、エアパージしたことになります。0/充填バルブをサービスポートに手締めで接続します。ここで重量計がある場合は、0/R32 を乗せて重さを測定、記録しておきます。0/充填バルブのピンを締め、オープン側にします。0/R32 のバルブを開いて、ガスが補充される、スーッという音が聞こえるまで開きます。少しずつゆっくりガス補充を開始します。エアコンの吹き出し口の温度が最低温度、16度近辺になるまで温度計で測定します。重量計がある場合は、0/R32 を乗せた重さを測定しながら、補充前との差分を計算0倍量、1.67kg を超えたら温度測定に関係なく補充をやめます。ゆっくり温度が下がるように 0/R32 のバルブを調整します。補充が完了したら、0/R32 のバルブを閉め、0倍充填バルブのピンを緩め、クローズ側にします。0倍充填バルブをサービスポートから外して、サービスポートからガス漏れがないかチェックします。サービスポートの蓋を17番電池で閉めます。エアコンの冷え具合をエアコンの吹き出し口の温度が最低温度、16度近辺になっているか温度計で10分ぐらいチェックします。室外機側面の蓋をプラスドライバーで閉めます。部屋の窓を閉め、エアコンの設定温度を戻して完了です。今回 0/R32 のバルブを止めるまで、少しもたもたしたため、ちょっと多めにガスが補充されたかもしれないけどガンガン冷えるように復活しました。しかも、なぜか水漏れも止まりました。エアコンの保証期間を超えていて、冷えなくなる現象の時、ガス補充だけで延命できる可能性があります。自己責任でチャレンジしてもいいと思います。参考に、電力計を使う方法が YouTube にありますが、その代わりに温度計でやってみました。URL は概要欄に載せています。ガス漏れの箇所は特定してないので、またいつか冷えなくなると思います。今のところ1ヶ月は水漏れもせず、動いてくれています。冷え冷えですがヒヤヒヤです。また、冷えなくなったら、この方法でガスを補充すれば良いということです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立つと思ったら、いいねボタンをお願いします。このチャンネルでは、定年を迎えた私が、今までやりたかったこと、できなかったことにチャレンジする動画を配信していきます。スポーツ、DIY、旅行など、いろいろなチャレンジを楽しんでいきます。
皆様からの温かいコメントやアドバイス、いいねボタン、チャンネル登録をお待ちしております。また、次の動画でお会いしましょう。